請求書は各営業担当に来てるんですね。我々経理からしたらもうなんだこの請求書みたいなスルーなんですよ。部長が全てを見てくれなくて、全部私に来ちゃって、合ってんのって私営業担当に全部確認してるんで、そういう時はどうすればいいんですかね。支払いが来るっていうことは、あらかじめ見積もりをもらって支払っていいですかっていうものを事前に申請をかけてるわけですよね。 OCR で見込んでくれるので手打ちじゃなくて、そこは安心。100% 紙をなくすことってちょっと弊社はできないんですけど、数枚だったら取り込むことはできるんですか？電子帳簿保存法にどう対応するか。残念なお知らせがあります。爆落請求書との連携が安いプランだ。こんにちは。株式会社フライク大滝と申します。今日は新しい企画ということで、フライククラスルームっていうのをやっていきたいと思います。皆さんに IT のことをもっと分かりやすくお伝えしたいということで、私たちフライクが先生と生徒を演じて進めていきたいと思います。今日の動画を見ていただきたいのはこういう人です。経理業務が大変で業務効率化ができる IT ツールを探している。IT ツールベーダーから提案を受けたけど、営業からのしつこい連絡が嫌だと思っているような経営者の方だったりとか、情報システム部、そして経理の方っていうことで、そのような方に見ていただきたいと思っております。今日は先生は大滝が務めます。そして生徒の皆さん、こんにちは。こんにちは。出席を取ります。新堀律樹くん。はい、元気です。浅沼志蓮くん。はい、元気です。よし、今日は2人には役割を与えます。で、もちろんね、IT ツールのプロフェッショナルとして、いろんなことを知っているんだけど、今日は先生と生徒っていうことで、生徒ってどんな生徒かわかんないからさ、どういう生徒を演じてもらいたいかを2つあります。まず1つ目が、浅沼志蓮くんには、情報システム部の部長さんということで、なんかいい IT ツール探してるっていう風な役を演じてもらいます。情報システムには詳しいけど、経理業務とかには詳しくない浅沼志蓮くんを演じてください。はい、わかりました。OK？はい。新堀律樹くんには IT ツールは疎いです。経理の業務効率化できる IT ツールも疎いです。ただ、経理業務には長けてるんです。っていう風な人を演じてください。もし、フライクに調査してほしい IT ツールや、こういう IT ツール使いたいんだけどどう思うみたいなのがありましたら、コメントしてください。じゃあ早速話をしていきたいんですけど、今日は IT ツール10選っていう風な、このホワイトペーパーの中の2つの IT ツールについてお話をしていきます。爆落債権債務管理とフリー会計なんですけど、聞いたことありますか？ないです。聞いたことはあります。聞いたことあります。どんなツールのイメージですか？爆落はなんかこう、支払いとか承認系が回せるんだろうなぐらいのイメージ。使ったことはない。経理の新堀さん。爆落。爆発するほど楽になる債権債務管理でしょうか。爆発なのかな違う気がするけど、まあいいや。フリーは自由になろうぜみたいな。なるほど。痛い系ね。はい。そのツールの一つ一つお話をしていくと、まず爆落債権債務管理っていうのが、請求書の受け取りから社内承認までの効率化ができるようなツールです。もちろんフライクっていう会社ではこのツールを使ってるから当たり前にできてるけど、世の中の超アナログな企業とか、今からデジタルに取り組むぞっていう企業さんが請求書の受け取りのめんどくさいなって思ってることとか、社内効率化、社内承認を効率化してみたいなっていう気持ちってどんな気持ちだと思います？特に紙でもらってたりとかしたら、もうわーだと思います。っていうのが、ありますと。で、フライクではどういう風な使い方をしてるかっていうと、まず一つ目が、請求書の受け取りが全てデジタル化になっています。メールで受け取るっていうスタイルを取ってるんですね。新堀律樹株式会社ではどういう風な想定ですか？いや、紙でもらってます、まだ。紙たくさんある。はい。っていう人には爆落請求書をお勧めできないんですよね、まずね。まず爆落請求書っていうのはメールで来てるのが大前提になるので、お客さんが結構デジタル寄りなお客さんだったらいいんですね。メールで送ってくれるんだったら OK。はい、はい。ただ、メールでは受け取ることができない紙が多いお客さんの場合には、ビルワン、三々社のビルワンを使った方がおすすめ。ただ、フライク社では
紙で受け取ることがほぼないので、紙で受け取ったのは一回断って、メールでいいですかって言って OK になった場合とか、直接 PDF をアップロードしてもらえますかってお客さんだったら、爆落請求書に変えても OK。っていうのがまず一つ目です。情報システム部の部長の浅沼試練さん。はい。社内承認はどういう感じでやっている想定ですか？今は、請求書っていうのを、印鑑もらいに行ってとかっていうので、印鑑を押してもらったら、それを予約をお客さんに出すとかっていった感じになるかな。社内コミュニケーションツールは何使ってそうですか？浅沼株式会社。メールだったりとか、普通に会話ベースだったりとかっていったところで統一性がなかったりする。なるほど。承認のフローがそもそもないと。じゃあ、それをスラック、チャットワーク、あと何があるかな？ LINE ワークスとかにまとめることができるんだったらちょっと便利になるようなのが爆落請求書のいいところで、爆落請求書で例えば僕が受け取りました浅沼部長に承認をしてもらうときには、うちだったらスラックで承認依頼が通知ができる。なのでわざわざ爆落の方にログインしてカタカタしなくても、スラックさえ見てくれれば承認と却下っていうのは選べれるし、中身見たかったらクリックしたら爆落が開くっていうような使い方をしているのがフライクの使い方です。で、3つ目が請求書のステータスを管理っていうことで、請求書もらった後ってどういう業務が発生しますか？もらったら、それを支払わないといけないので、支払い用のとこに登録をしてます。となると、やらなくちゃいけないのがステータス管理ですね。はい、請求書をもらって、受理しただけなのか、あとは支払いの依頼が来たのか、支払いの承認が来たのか、あとは最後に支払い終わったのか。とかこの4つぐらいのステータス管理をしなくちゃいけないのが、爆落債権債務の中ではできるようになっているので、来た内容を一括で承認をしたりとか、一つ一つポチポチしながらすることによってステータスが変わっていく。っていう風なのが、まず爆落債権債務の管理の中でできること。で、その最後4つ目の機能としてあるのが、支払いをした後何しますか？支払いをした後は記帳します。ですよね。記帳するときには、この支払いの依頼に対して支払いの仕分けを立てていくっていう業務があると思うんですけど、その支払いの仕分けをしなくてよくなるのが爆落とフリーの連携になります。なので、フライクでは爆落債権債務の中で支払いをするときに、承認まで終わったら、全銀協のフォーマットができるので、PayPay 銀行の方にそれをアップロードして、そこから承認をかけて支払いをしていくんですね。で、それが支払いが終わったら、フリー会計の方に取り込むっていうことをすると、仕分け業務はしなくていいっていう風なところになります。具体的な画面がこういう風な画面になるので、もしよかったらホワイトペーパーをダウンロードいただいたら確認できるようになります。今日ご紹介している内容は、このホワイトペーパーやブログでもご紹介をしておりますので、ぜひチェックしてみてください。もし株式会社フライクがこのツールを使わなかったらどういう風な状況になるかっていうと、3つあります。もしかするとね、今、シンボリ株式会社と浅沼株式会社でやってるようなことかもしれないんですけど、メールで届いた請求書をボックスの中にもう一回自分たちで保管したりとか、NAS サーバーにアップロードしたりとか、フリー会計手動で入力したりとかっていう業務があったりとか、あとはね、上司とかでよく言われることが、承認待ちのが長くて作業が進まないですみたいなことも発生してしまうので、承認待ちで、作業が滞ってしまうだろうなっていうのがあります。最後に手動入力による経理のミスが発生しがちですよね。はい、そのためにどういうことされてるんですか？経理のミスがないようにするために。二重チェック、三重チェックをしてます。好きですか？大嫌いです。そうだよね。そのミスが、転記漏れっていうのはどうしても発生してしまうので、人的ミスが発生しないように、もう一つのツールの中で入れたものが複数のところに反映されるみたいなことをやっています。なので、爆落債権債務管理を入れると、こういうふうな3つの不満というか、がなくなるっていうのが、まず一つ目の爆落でした。質問タイム。じゃあ、ここまで、債権債務管理の楽になる、爆落シリーズを紹介しましたけど、こういうふうに使えますかとか、こういうことできないんですかとか、なんか不満事項あれば、どうぞお二人から。請求書は各営業担当に来てるんですね。なので、我々経理からしたらもう
なんだこの請求書みたいなところがあるんですけど、そこは営業から申請が来るような形になるんですか？それとも直接お客様から我々に爆落を通じて届くんですか？どっちでもいいっていうのが回答になります。で、フライクの場合はどうしてるかっていうと、メールアドレスが爆落の中で作られるので、自動的に生成されるので、その来た内容を担当者の方が見て申請を上げるっていうスタイルなんですね。なので、数が少なかったら別に経理のところで一括で受け取って、これどうなってんのっていうのを再振り分けをする。みたいな形でもいいですし、現場営業部とか営業部1課、2課に別々のアドレスを発行して、そこで自分たちで見てもらって、申請したものを経理の中で処理するっていう流れでもいいかもしれないですね。なるほどですね。うちの営業、スルーなんですよ、部長が。すべてを見てくれなくて、全部私に来ちゃって、合ってんのって私営業担当に全部確認してるんですけど、そういう時はどうすればいいんですかね？まず、このツールではなく他のツールにはなってしまうんですけど、爆落請求書の中でシリーズがあって、爆落申請っていうのがまずあります。なので、支払いが来るっていうことは、あらかじめ見積もりをもらって、この支払っていいですかっていうものを事前に申請をかけてるわけですよね。それに対して支払いが来ているので、まず見積もりもこの中で、見積もりの申請も臨機もこの爆落の中でする。で、来た内容に対して、ノールックであっても、こっち側がエビデンスとして残っているので、倫理さえしっかりしていれば、突合自体は楽になる。で、もう一つ懸念事項が多分あると思うんですけど、来た内容スルーなので、数字が合ってるかどうかわかんないみたいなところあると思うんですけど、OCR で読み込んでくれるので、手打ちじゃないのでそこは安心ですね。なるほど。OCR が入ってるんですね。スキャンすれば、勝手に届けば、もう、読み込まれてるみたいな。そう。スキャンはする手間はなく、もうメールで来ているので、メールで来た内容を自動的にそのツールの中でスキャンをかけてくれてるっていう風な内容ですね。とは言っても、100% 紙をなくすことってちょっと弊社はできないんですけど、仮に数枚だったらそれを取り込むことはできるんですか？電子帳簿保存法にどう対応するかだと思うんですけど、PDF にして、そこをアップロードするってやり方はできます。ただ、電子帳簿保存法的に紙でもらっているものを保管しなくちゃいけないっていうところがあるので、そこはちょっと税理士さんと確認をしていただいた方がいいかなと思います。なるほど。ありがとうございます。ちなみにフライク社は全部受け取り拒否してます。ちょっと紙無理なんで。正解だと思います。経理的にはもう正解だと思います。あと一個だけいいですか？もう一個、販売管理システムがあって、そっちでも原価の管理をしてて、プロジェクトに対して請求書を見ていくのって結果データ化されても、エクセル並べて、ってしないといけないんですか？まず、いろいろとやらなくちゃいけないことがあります。情報システム部の部長の浅沼さんが得意分野だと思うんですけど、販売管理ツールはセールスソースを使ってるフライク社ではね、債権債務は先ほどお伝えした爆落を使ってるので、受け取りの方は使ってる。で、会計ソフトはフリーを使ってるっていうのが大前提。この3つ使ってて、API の開放率みたいなところが爆落残念ながら少ないんですね。なので、受け取った請求書に対して、すぐに販売管理ソフトのセールスソースにデータが連携できるかできないんです。なので、爆落のデータのメモ欄のところに、どこのプロジェクトですかっていうのを書いてもらってるんですね。で、その内容がフリー会計の方に行くと、フリー会計の方からセールスソースに返すことができるので、そこのセールスソースの販売管理の中で原価管理をやることもできる。っていうことをやってますので、情報システムの部長の浅沼試練先生にバトンタッチですけど。ここはもう上シスとフライクさんでしっかりタッグを組んでもらって、我々がやりたいことを伝えれば、もう浅沼部長と大滝先生でやってくれるってことですね。そう。おー、素晴らしい。なので、分担して進めたら多分できないと思うんですね。経理はこのツールを使っている。販売管理は営業部とかサービス提供部が使っているから、あんたたち勝手に進めてねっていうのはできないと思うので、上シスと、フライクが一緒にタッグを組んで、そこの部署でどういうことを使っている、こういうことをやりたいっていうのを全体最適をした上でツールの連携をしないといけないと思う。そういった提案は弊社でもしてますし、浅沼部長と一緒にタッグを組んでできると思います。なるほど。すごく理解しました。ありがとうございます。じゃあ私からも一個だけ。はい。やっぱりIT ツールを選んでいくっていうのは結構選択肢が広い。爆落、ここが他と比べて優れているポイント、ここだみたいなものがあればちょっと選択肢の一つとして検討できるかなと思うので教えてほしいです。
もう一つしかないと思ってて、はい UI/UX だと思います。で、私も操作するの楽じゃないと嫌なんですね。クリックが何回もすると嫌だみたいなすごくあって、めんどくさい。でも、爆楽はもう UI/UX 他のツールより圧倒的に優れているので、初心者の人も分かりやすいし、慣れた人も違和感なく操作ができるので、すごく楽だなって思います。ちなみに、爆楽で操作で迷ったことはないです。それは結構。DIX さんが頑張って UI/UX を整えているってなると思うんですけど、見やすい。なるほど。結構社内承認、スピード上がりそうですね。そうですね。某フライク社はね、爆速らしいっていうのを、X のツイートで見せたけど。私。いや、そう、めっちゃ速いですからね。まあ、それはでも、もちろん僕の承認スピードってあるかもしれないけど、爆楽の中で、申請かかりましたっていうと、よく見ているスラックに通知が来るんですよね。やっぱ通知が来て、その中で、概要、このプロジェクトです、この金額です、承認しますか、詳細いますか、却下しますかが選べれるので、僕の場合には内容知ってる場合とか、事前にコードで言ってもらってる場合には、すぐ承認ボタンをポチって押しちゃうし、まあ内容わからなかったらクリックして、すぐに PDF が出るので、そこで内容を見てっていうのができるので、やっぱ承認のスピードは上がってきますね。はい、ありがとうございます。やっぱり弊社は、やっぱ社内承認が遅いところとかもあるので、検討していったらいいなと思いました。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、続いて2つ目。ぜひ皆さんが使っている IT ツールでおすすめの IT ツールありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。続いて2つ目のおすすめツールなんですけど、フリー会計です。フリー会計は会計に関する情報が全て一元管理できるツールで、経理業務をデジタルに効率化しましょうっていう風なツールです。で、会計ソフトに求めることってどういうことがありますか？正しい数字で記帳がされている。出したい管理帳表を素早く出せる。数字がすぐにわかる。意外と出てこないもんだな。もうちょっと当たり前すぎて出てないかもしれないですけど、速さって言いません？速さ、そうです、ね。入力スピードを速くしたい。借り方貸し方でバンバン入れたい。はい、今の言ってもらった全てのことを振り返りできません。できない。できません。おー、なんか。まず、全ての帳表を出すとか、全て揃ってないです。完璧をフリーには求めちゃいけません。仕分けをスピード持って入力したい。無理だね。まず、借り方貸し方で入力するんだったら、オンラインの弥生とか、ミロクとか、TKC とかっていうツールです。で、フリー会計ってそもそも仕分けをしないツールなんですよ。仕分けはするな。勝手に仕分けされてるからっていうツールで、フリーの中で入力するっていうよりかは、もう他の情報のデータから全部集約して持ってこようぜっていう考え方なんですね。じゃあ、経費申請のデータとかって、これまでレシートを入力してたのを、もうパシャ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 ってして、例えば交通費だったら、この交通費行きましたよ。どこどこです。申請は辛抱律儀です。ってすると、裏側で仕分けが起きっていう感じだし、うちで言うとセールスソースで送った時には、売掛金なのか、もう売上なのかっていうのを指定して、連携かけるので、フリー側の方でスピードを持って早くしようってことじゃないんですね。なんでこういう考え方になってるかっていうと、経理ってもともと伝票の入力者ではなく、経営管理をする人なので、数字が見て初めて仕事ができるんですね。でも、よくあるツールは、その仕事をするためのツールを早くしましょうみたいな意味合いで、入力のスピードを速くすることにフォーカスしがちなんだけど、フリーはそこを一切抜かして、もう最後のデータができてるところからスタートみたいなところなので、経営管理に集中するための環境を整えるのがフリーなんです。フリー会計を選んだ背景っていうのは大きくて2つあって、1つ目が API が整った会計のデータ連携っていうことで、ほぼ決算以外のところに関しては API が開放されているっていうのが1つ目なので、いろんなことができるっていう観点で、グライクではフリー会計を選んでいる。で、もう一つ、二つ目が、税理士さんとのデータが共有できるので、月次決算っていうのが実は、フライクの中には経理の人が専任者いない中でもできてるっていうところがいいところです。で、具体的にセールスソース、販売管理ソフトの方から請求書を送った画面が、こういう画面とか、仕分けの画面はこういう風になってます。で、もし、株式会社フライクがフリーを使わなかったらっていうことで3つ紹介をすると、まず経理担当者が使いやすいソフトを決めてもらっているだろうな。その結果、入力が早い経理ソフトを選んでる。帳票類がたくさん出るツールを選んでる。一方で、
そこにあるデータをどうやって入力してるかっていうと全部手入力になってるんだろうなっていう意味合いで、フライクではフリー会計を選んだ。で、二つ目が税理士に丸投げして記帳代行を依頼してるだろうなっていうのがあって、フライクの中では、経理の担当者とか営業事務みたいな人がいないので、自分たちではできないので、税理士さんに丸投げして結果、キャッシュフローが3ヶ月とか4ヶ月後にしか見れなくなってるような状況になってる。まあ、ちょっと言っちゃったけど、3つ目が、キャッシュフローがすぐに読めないっていうのがあります。まとめると、フリー会計で実現したことが3つで、API による自動化。2つ目が、税理士さんとのシームレスなデータ共有。3つ目が、リアルタイムのキャッシュフロー分析ができるようになったっていうのが、フリー会計のいいところでした。質問タイム。ご質問、どうぞ。先生。2つまでですよ。はい。どうしても、貸方借方で入力したいとか、もう帳票を出したいとかっていう我々は、フリーは使えないんでしょうか？まず、振替伝票で打つことはできます。なので、やれようと思ったらできるけど、フリー会計がベストかっていうと、そうじゃないとは思います。弥生の方が良い時もあるし、マネホでも別にいいかなっても。ただ、経理の人がずっと伝票を打つのがめんどくさいっていう発想、思想であったら、フリー会計が良いと思います。で、あと、こういう帳票出ませんかっていうところで言うと、まずフリー会計はそこ期待しちゃダメだと僕は思ってます。なので、今使ってるのはミロクとか JDL とかだったら、フリー会計のデータを連携させればいいと思っているので、API がそっちが開放されたら API で乗っていけばいいし、ダメだったら CSV でやればいいので、すべての人がフリー会計は使ってもいいけど、その中で会計を占めるか占めないかっていうのは、個々の企業に任せていいのかなと思います。なるほど。ってことは、フリーと別に会計ソフトがもう一個あっても別にいいよねっていうことですね。なるほど。仕分けをするソフトっていう観点とか、入金の消し込みをするソフトっていう観点で使ってしまって、月次を占めるとかには違うツールを使っているお客さんもいらっしゃいます。なるほど。ありがとうございます。でもお高いんでしょ？フリーは月額4万円のプランを使ってます。4万円なので年間で言うと48万だね。48万は高いか安いかで言うと、どっちですか、常識的に。年間48万。それは1ユーザーにつきですか？10人ぐらいは使えた気がする。であれば、そんなに高くないのかな、と思いました。経理の人からするとどうですか？スピード感が上がるんだったら安いと思います。ですって。じゃあお買い上げということで。はい。注文してください。スタンダードプランだったら月額が8980円。アドバンスプランっていうのだったら4万円。月額が4万円です。残念なお知らせがあります。爆落請求書との連携が安いプランではできないです。わお。フリー社もそういうふうな同じようなサービスがあって、スイープっていうのを買収して M&A して、自社のサービスの中になっちゃったので、あとは察してください。大人の政治的な関係で高いプランからじゃないと連携できないので、フライクではそっちを使ってます。今日の授業はここまでです。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。経理の業務改善をしたいと思ってるけど、どんな IT ツールがいいかはわからない。いろんな IT ツールの提案を受けたいけど、その後の営業がめんどくさいっていう方に、フリー会計だったりとか、爆落についてお話をしてきました。こういうふうな授業形式は初めてだったんですけど、授業を受けてみた生徒たちに話を聞いてみましょう。どうですか？はい。いろんな IT ツールとかの比較とかも、教えていただいたので、IT 部門としては、検討する幅も広がりましたし、お話しいただいた内容は、前向きに検討できるかなと思いました。それ断り文句のやつだな。じゃあ、経理部長の新堀さん、最後に締めてください。来ました。爆落もフリー会計もすごいツールだなっていうふうに、今日聞いてて思いました。だけどそれを1個で使うんじゃなくて、組み合わせることによってすごい相乗効果が生まれたりとか、申請からこの記帳っていうところまで全部終わるっていうのはやっぱりすごい世界観だなっていうふうに思って聞いてたので、すごくそういうところでお悩みの生徒の諸君、フライクへお問い合わせください。次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。